今日はアドインストゥルメンタルとアドボーカルの効果の違いを解説するよ。先日スノの UI が新しくなったよ。特に新機能は追加されてないけど、歌詞を消さなくてもボーカル曲にアドボーカルを使えるようになった。メニュー欄の方では今まで通りボーカル曲にアドボーカルは表示されない。でもリミックス欄のメニューの方にはボーカル曲でもアドボーカルが表示されるよ。そして以前はアップロード曲限定だったアドインストゥルメンタルも使えるようになった。リミックス欄はカバーとかを選べば開ける。もしくは左画面に曲をドロップしてもいいよ。ちなみに下の枠にドロップするとプレイリストを使わないインスポができる。インスポの面倒な操作が大幅に緩和された。これで気軽に使えるようになったね。話を元に戻して今日の動画のテーマは使えるようになったアドインストゥルメンタル。アドボーカルの解説動画でアドインストはアップロード曲限定だから解説しなかった。でも今回のアップデでどの曲に対しても使えるようになったから解説すべきだね。ただ最初に断っておくとアドインストはアドボーカルとかなり効果が似ている。だからアドボーカルを普段使わない人はアドインストも使う機会はないと思うよ。逆にアドボーカルを使う人ならアドインストも面白く使えると思う。詳しい仕様の解説は後でするとして、まずは実例を聞いてもらおうかな。アドボーカルの歌詞修正、ボーカル変更、これをアドインストでもやってみよう。変化する創作、どこへ行く未来の影が追いかける、繰り返す声、壊れる音、データの波に溺れてる。進化する創作、どこまでも過去の呪いが足を縛る、繰り返す声、壊れる音、データの波に溺れてる。進化する創作、どこまでも過去の呪いが足を縛る、繰り返す声、壊れる音、データの波に溺れてる。Evolving operations, endlessly the curse of the past holds me back. Repeated voices, sounds of destruction, drowning in a wave of data. Evolving operations, endlessly the curse of the past holds me back. Repeated voices, sounds of destruction, drowning in a wave of data. अगर मैं reset बटन दबा सकता तो मैं क्या चुनता? ये बाल मेरे संदेहों के साथ लुप्त हो जाता है। भोर का प्रकाश, धुंधला आकाश, विकासशील गतिविधियां अंतहीन। अगर मैं reset बटन दबा सकता तो मैं क्या चुनता? ये बाल मेरे संदेहों के साथ लुप्त हो जाता है। भोर का प्रकाश, धुंधला आकाश। ボーカル曲からボーカル曲の生成でアドボーカルとアドインストを比較してみたよ。アドボーカルは歌声は再生成して伴奏は再現する機能なんだけど、アドインストは歌声も伴奏も再生成する。アドボーカルとの一番の差はそこだね。再現と再生成は私が勝手に名付けただけで単語として適切かはわからないけど、再現は元の音を忠実に再現するけど、再生成は多少の変化を受け入れやすい。再生成は歌詞やスタイルを変えるとそれに合わせてある程度は音を変える。アドボーカルが歌声だけ変わった一方でアドインストは伴奏まで変わったよね。それと再生成は再現よりも動作が安定して音質も劣化しにくい。アドボーカルの二重ボーカルのような不安定な挙動はアドインストでは起きにくいよ。ただもちろん元の曲の再現度は落ちる。アドインストは元の曲と違う部分ができやすい。でもそれはアドボーカルと比較しての話で、アドインストの再現力も非常に高くはあるよ。ちょっと耳で体感してみようか。先ほどアドインストで作った3つの曲、
3曲を全部同時に再生してみるよ。再現力が非常に高いことがわかるはず。アドインストは伴奏まで変わるから違う曲になったように思えるけど、実は元の曲のテンポやキー、曲構成は完璧に再現しようとするんだ。だから同時再生しても全くずれない。アドボ一族の一番の特徴だね。ちなみにアドボ一族のサイコさんは歌声も伴奏も再現するリマスターだから、リマスター一族と呼ぶべきかもしれないね。いやまあどうでもいいか。次はボーカル曲からインスト曲でアドボーカルとアドインストを比較してみるよ。ボーカル曲の歌詞欄を空欄にしてアドボーカルするとどうなるかというと、適当な歌詞で歌うからインストにならない。以前の動画でそう説明したと思う。でもアドインストは再現力が弱いからインスト曲を作れる場合もあるよ。それじゃ今度はアドインストを使って先ほどの曲をインストにしてみよう。古かさな再生ここびなくイライラかけら置いてきる繰り返せくれ壊れるのでやれたおら何あもゆけるボーカル曲からインスト曲の生成でアドボーカルとアドインストを比較してみたよ。ボーカル曲をインスト曲にできる。アドインストの効果は魅力的ではあるけど、残念だけど失敗することも多々ある。アドインストでも歌声が残ることはあるよ。ボーカル曲をインスト曲にするのはカバーを使った方が基本的には良さそう。ただ元の曲とテンポやキーを一致させるのはカバーにはできないから、同時再生できるくらい一致させたい。そんな時はアドインストを使うしかないね。最後にインスト曲からインスト曲とインスト曲からボーカル曲をやってみよう。もう解説なしでも理解できると思うから、いきなり実例を聞いてしまおうか。前回の動画に引き続き今回もサンプル曲は誰でも知ってる曲にしたよ。見えない手が揺れる街触れたら消える蜃気楼
曲を素材にした時の生成をアドボーカルとアドインストで比較してみたよ。アドインストは伴奏まで変えるから曲調の変化に対応しやすい性質がある。ただ誤解しないでもらいたいのは、それでもやっぱり変化に弱い性質はある。カバーやペルソナなどと比較するとアドインストも不安定な曲はできやすいよ。だから思ったよりは使い勝手は良くない。アドボーカルと似た不具合はよく出てしまう。でも今までアドボーカルでやれたことはアドインストでやるとよりうまくいく状況も多い。アドボーカルの代用として使うならアドインストは便利な機能だと思うよ。アドボ一族の魅力は再現性の高さ。テンポやキー、曲構成をしっかりと守る。それに魅力を感じる人であればアドボーカルもアドインストも便利な機能だよ。それじゃまたね。